こんにちは、春日部紬です。今日はがっつり1から組んだお気に入りデッキ、竜王さんで5勝0敗とかなりの上振れを見せ、採用したい動画が多くて選別に困りました。さて、試合の方はお相手黒単の2戦で、メインから脅迫が入っていましたがサイドで摂取に入れ替えたのかな。個人的には視点し抜かれるのが痛いですが、お相手的にはフォーローオーがしんどそう。アーシはテンポが悪くなるのは嫌でしたが、お相手は TW の継続的なアド取りが嫌だった模様。そして2ターン目は悲しみのパス、アグロにしてハニク少なめ、3マナデブなのでここが難点。お相手墓地の侵入者キャスト、黒系のデッキなら絶対入ってる最強生物。今回墓地対策はそこまで効かないのはセーフ。こちらは続々と肉が引けてなかなか美味しい感じ。不死なる悪意が構えられますが、ここはテンポ重視で鋼の視点しキャストします。コアームを飛ばしてパンチ、ペインランド多めなのでコアームの着地誘発の1点回復も済みます。お相手ベールのリリアナキャスト、さすがに除去ありましたか。これは素直にプレイが甘かったかも。とはいえ1マナのコアームで不足をかわせたのでギリセーフ。こちらは追加の融合体をドロー。ちゃんと反省して1マナ立ててキャストしますか。視点士は捨てたくないですが、場合によってはブロックすることもあるかもしれないのでここは警戒で、とりあえずベリアナは討伐完了。お相手ハンドから負け犬奇襲キャストということは除去なしかな。ここで侵入者先アタックだったらさすがに臭かったですが、フルタップならこうしましょう。視点士警戒は結果正解。これでクロックが早まりますね。お相手負け犬で1ドローしますが、次のターンに視点し取れなければほぼ勝ちです。クロックは変わりませんが鋼の視点しキャスト、白と緑にマイナス3ウォールのラスで無駄になりますが、それよりは1点ゲインでリッサル圏内に出られる可能性の方が高そう。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。2戦目対戦よろしくお願いします。赤単に1本静止されての2本目、これは3マナ目引けたらよされなハンド1マリでキープします。何から行くのもありですが、ここは素直に最大効率のコアームをキャスト。アーシは基本的にどっちもあるような読み合いに関しては変に深読みしないで自分の効率重視で動くことにしています。これは以前にネットマージャンやってた時の教訓。相手のダマのテンパイ気配で自分の手を崩す必要はないのです。まあどっちも露骨なのはさすがに警戒しますけどね。こちらは完璧な引き、ストレートに視点士が出ます。ハンコンの2点ゲインはタイヤカタンなら実質ハンド1枚分の得。そしてお相手将来の懲罰者キャスト、これはまさかの噛み合い。デッキに2枚の平地が場に出ています。そしてこちらは不死なる悪意をドロー。先ほどの話ですが、不死なる悪意引かなかったら自分優先で視点しキャストしていたかもしれませんね。2アクションしてさらに組み立てコウをパンプできるならこれは素直に自分の動き考えてもこれで良いでしょう。そして視点士は3点ゲインでライスと1枚分ゲット。お相手4マナ目から轟く雷獣、サイドプランで高マナ体を厚くしてそう。お相手一方鳥を嫌がって敵対者をパンプ、素直に3威迫と雷獣4だったらかなり嫌だったかも。そしてこちらはまたもお相手フルタップなので安心して不死なる悪意をキャスト。5、6警戒が戦場へ。さすがにコンボが決まると強い動きです。そして絶望の視点士2枚目キャスト。戦闘前の誘発は当然組み立てコート視点士に反コン。8点分のライフゲインは赤単のハンド何枚分でしょう。これでライフは初期値を超え、大相手の命はあと1ターン。ここで投了。対戦ありがとうございました。ちなみにこの後も1本取ってマッチ勝利です。3戦目対戦よろしくお願いします。青黒ミッドレンジとの3本目です。これキープしたのはちょっとやりすぎな気もするけど、1マリしてこのハンドだったらキープしてるからいいかなって。お相手負け犬キャスト、除去がなかったので第1段階突破。そして完全にマナフラコース、回し作通常キャストできるようになるから意味はある。お相手ベールのリリアナキャスト、除去待ってたけどベリアナはお呼びでない。ベリアナマイナス2に合わせてブリンク。これで巨大組み立てコウになりますが、このまま壁出されてマイナス2の2回目まで届くと嫌ですね。と思ったら完璧な1枚ドロー。アグロ特有の黒系のパワー3ヤシェオルきつい問題。このデッキは回避能力持ちがまあまあいるので何とかなります。組み立てコウを飛ばしてベリアナを対処します。
果たしてこのまま完走できるのか。お相手苦難の影キャスト。このデッキの地味な天敵不死なる悪意が通用しません。しかし今の状況で影キャストはかなり苦しそうに見えます。こちらは現状無駄パイのコワームドロー。苦難の影のおかげでウェイトが発生するから切り崩し確認はできませんね。戦闘は視点子で組み立て子を飛ばしてパンチ。3ターンクロック。お相手残り12点。一応コワームも投げておきます。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。時間が短いので4戦目は1マッチいこうと思います。対戦よろしくお願いします。今回は黒は出ませんがなかなかいいハンド。組み立て工の方が大事にしたいので切り崩し警戒で融合体からキャストします。でも組み立て工キャストして次も2マナと1マナパンプで動いた方が綺麗だったかもしれない。お相手2ターン目は構えてエンド。かき消し警戒してたら視点子一生でないから素直に投げちゃいますか。はい。まあ次は2マナ2マナか4マナで綺麗に動けるからセーフ。お相手3ターン目も構え。これ重めのコントロールっぽいですね。ここは放浪を追う構えで豪華な。お相手4ターン目も構えなのでここで放浪をキャスト。そこには雲散無償確定打ち消しも入ってるならだいぶ重いデッキですね。お相手白白は出ないですが次のターンはラスが飛んでくるターン。ここは展開を控えて盤面の脅威を煽りますか。6点パンチでお相手残り10点。お相手5マナムの白が出ず、これはラスが腐ってそう。こちらのトップは悪くない放浪を追う。いやむしろ最高か。6点パンチしてお相手残り4点。一応除去2枚じゃないと届かないように組み立て工はキャスト。融合体は7マナで6速攻になるのでラスでも十分勝ち筋あり。お相手さらに白が出ず、これはいったかな。しかし記憶の反乱で有効ファイなしってことはなさそうだけど何を引いたのか。お相手放浪をウニスタックで第3の道の飛行。なるほど、これでリッサル圏内に出られました。不死なる悪意を引いてきたけど多分ほぼ刺さらない1枚。アタックして9点パンチ。これでお相手残り1点。ラス以外はほぼ勝ってそう。お相手第3の道の飛行。ということはここで投了。1本目選手です。タイコントロールのサイドは脅迫と5バカーン入れるのは確定。抜くのは多分追放ラスだらけなので不死なる悪意。あとは単純に重いところからセラの模範。あとは刺さらない邪悪を打ち砕くですかね。じゃあ2本目いきましょう。2本目よろしくお願いします。これは土地さえ伸びれば悪くないハンド。初手ドローは国土地で全部キャスト可能に。1ターン目はコワームからキャスト。お相手テーマンの構える動き。こちらも2ターン目は動きないのがよろしくない。そして3ターン目もお相手構えて棒。打ち消し多そうで嫌な感じ。とはいえ動くしかないので肉体くらいキャスト。お相手かなり悩んでここは通してきました。そしてエンドに第3の道の飛行。順調にキルターン引き伸ばされますね。お相手また白マナが詰まってます。打ち消し重視のせいか青優先っぽいですね。全体的にドローはいいですが、これでダメだと逆に辛い。お相手記憶の反乱キャスト。ドローがいいのはお互い様か。気持ち的にはラスを打たせた返しに放浪王を投げたいところ。そしてダブル白がついに出ます。ここ構えられるのが最悪の裏目ですよね。やっぱりフルタップのうちに投げておくべきだったか。次の動きは悩みますが、融合体を試作でキャスト。これはかき消し警戒。お相手ここは投資でコワームがパンプされます。アタックは遠くてお相手残り12点。そしてお相手エンドに第3の道の飛行。これはめちゃ嫌な感じからのノータイムで対応効果。待ってたけど待ってない。ここで融合体をブリンク。2体追放されて培養機トークンが戦場に出ます。そしてエンドに5の融合体が帰ってきます。そう、対応効果の返しにこの動きがやりたかったんですよ。なお3点届かない模様。そしてお相手メイン放浪を追う。これはオワですね。結果論ですがやっぱり放浪王を相手フルタップでキャストしてれば全然勝ち筋ありましたね。トップ脅迫もうちょい続けますか。そこにはお相手当ての長所。確定打ち消しにし持ってるのさすがにすごいですね。多分単体除去はほとんど入ってなくて打ち消しとラスト放浪王みたいな純正アゾコンって感じなのかな。その割に黒のカード見てないけどもしかしての毒尾4枚入ってたのを抜いて打ち消しに変えたとかだったりして。一応最後の望みをかけてエンドに放浪をキャスト。ここで投了。1対1になりました。
除去がほぼ追放ばっかりだから刺さらないと思ってたけど、打ち消しがあるし人体改造機入れない理由なかったですね。外すのは適当に2枚、メリーラもいらないように見えますが、打ち消しされない2ターン目に出せる3点クロックは単純に強いので、その理論でいくなら3マナの試作2枚を外すべきだったかな。じゃあこんな感じで3本目いってみましょう。3本目、対戦よろしくお願いします。これもだいぶ怪しいですが、2マナ3で頑張って殴っていきましょう。お相手1マリガン、こちらはコアームからキャストします。打ち消されない2ターン目、こちらは予定通りメリーラをキャストしていきます。ちょっと G コーの動きが欲しいところですね。こちらのトップはなかなか良い1枚。ここは遠くて融合体が戦場へ。ウェイトが発生しないので除去もなさそう。こちらのトップはようやく黒い土地。毎回黒出てないけど緑より黒の方が土地多いんですけどね。こちらの脅迫にはお相手否認。クリーチャーデッキ相手に普通それ入れる？まあ刺さったんですけど、でも第3の道の気候を打たれなかったのは大きい。お相手ここはメインフォローを追う。こちらのトップでブリンク引かれるのを嫌がったかな。でも対象メリーラは完全に握手ですよ。メリーラは自害して銀を阻害。そしてちょうど5マナ。融合体をサクって6トークンを戦場へ。最後は綺麗に先手5キルでビートダウン完遂です。対戦ありがとうございました。ということでアブザンファクトでした。今最大勢力の黒系のミッドレンジ、そのメイン除去カードであるところののど首狙いと切り崩し、環境にいる大体のクリーチャーはこれで対処できますが、一部穴があります。それは3アーティファクト生物です。肉体くらいはその穴をついて最近流行っていますが、対策は主に5法を抜ける布告除去なので、冥府の掌握等の直接ファクト生物を除去できるカードはやっぱり入ってないんですよね。ということでこれらのファクト生物を軸にデッキ組んだら黒系の除去をほとんど腐らせられるんじゃないかという説です。そして試作生物といえばこのコンボですよね。精霊界との接触は現環境貴重なインスタントブリンク、活用リオン式なので追放ラスを避けることが可能です。逆に不死なる悪意は追放ラスに効かないし、大半トランプ等には完全に腐るので2枚だけ採用です。理想はネ動線の融合体を試作で出して、お相手が5ターン目か6ターン目に対応効果、それに合わせて精霊界でブリンク、その返しで5マナで能力起動して15点パンチ、そして勝利できたらよかったんですけどね。ちなみにこのデッキマナ基盤ボロボロにして黒入れる意味あるか問題なんですが、やっぱ肉体くらいがめちゃくちゃ強いのとサイドで脅迫入れられるのが大きいかな。セレズニアカラーにまとめるには微妙に枚数足りない感じでした。サイドについては定番の脅迫、タイクロ系に不死なる悪意の追加、ハントに対してできることがほぼないから1枚で勝てるかもしれない5の王様、あとはコントロールに対する5バカーン、除去コンに対する人体改造機、セレズニアエンチェやコツ化対策にドランって感じです。デッキの紹介は以上です。さてこのデッキの強さですが、普通にいけますね。黒系の相手が困ってる感じはめっちゃします。ちなみにタイトルで煽ってた5勝の内訳は青黒ミッド、黒ミッド、青黒ミッド、エスパーコン、赤タンです。土地がめっちゃきついですが、新セットでなんか来るといいですね。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。動画に反応がもらえるととても嬉しいです。また、チャンネル登録やフォローまだの方はよろしくお願いします。目指せ3000人です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。